ペンタロウさん、海外生産バイクでひどい目に遭ってるらしいよ。現地法人の管理レベルによって品質は大きく変わりますからね。あ、ペンタロウさんだ。何してるの？アナゴさんに潤太郎さん、バイク壊れたから JAF 待ってる。壊れると面倒だよね。壊れたのって海外生産のバイクですか？そう。JAF はすぐ来てくれるからまだ心の負荷が少なくて済みますけどね。JAF 来るまで一緒に待っててあげるよ。ありがとう。じゃあ JAF 待ちの間に歴代の障害バイクについて振り返ってみようか。こんにちは、ペンタロウです。生産地域によって明らかに品質の差があるバイク、新車の初期障害と生産国についてペンタロウ実体験を紹介します。1、タイ生産のバイク、川崎 Z400。最近タイ生産が多いよね。ホンダと川崎の小排気量モデルはタイの現地法人で生産して輸入しているものが多いみたいです。タイ生産で初期不良から再起不能だったのが川崎 Z400。まともにギアチェンジできなくてそのままおさらばになっちゃった。具体的にはどんな初期不良だったんですか？ギアチェンジするとバリバリバリって嫌な音がしてチェンジできなかったり、4から5に上げても4に戻っちゃったり、毎回じゃなくて数回に1回そうなってた。店頭納車からの帰り道10キロの間に2、3回なってたね。障害車両をそのまま引き渡す販売店にも問題ありますね。川崎は本来販売店が走行チェックする設定らしいけど、販売店が走行チェックしてなかったみたい。注文の時に記載するはずの書類にその記載があるんだけど、引き渡し当日に渡されて、走行チェックするなにチェックしてくださいと言われた。それは販売店の対応がまずいね。それでその障害 Z400 はその後どんな対応だったんですか？とりあえず販売店の数人が検証して再現してたから預けて修理。1、2ヶ月で戻ってきて、でも治ってないからまた預けて修理。またしばらくして戻ってきて、そしてまた治ってないからまた預けてそのまま。そのまま？数ヶ月経過。ここまでで買ってからだいたい1年くらい。ひどい目にあったね。そしてそのまま手元に戻ることはありませんでしたとさ。ホンダグロム。グロムはハンドル曲がってたんでしたっけ？そう、5度は曲がってなかったけど2、3度は曲がってたかな。どこで気づいたの？納車からの帰り道、左右で曲がりやすさがだいぶ違うなと思って、止めた時よく見たら目視でだいぶ曲がってることに気づいて、その場で連絡。初回点検の時に直してもらう予定になってたんだけど、当日の作業では一定の改善はできたけど、部品の変形もあって直りきらなくて、後日預けたんだけどさ。けど治りましたの連絡で引き取りに行ったら治りきってなくて。変形した部品交換したんじゃないの？変形してるのに交換しないで、またできるだけ頑張りましたって言ってた。たかが100円くらいのゴム交換すればいい話だと思うんだけど、謎な対応だよね。その後治ったの？またわざわざ持って行って預けてという2度手間3度手間でようやく。販売店の対応はまずかったですね。ゴム部品以上に交通費かかってるし、手間暇もかかっちゃったね。その後今度は2足から3足だけギアが入らなくなって、あらー。また預けに行くと、2、3ヶ月預けてトランスミッション全交換してくれて問題はクリア。今回はスムーズに解消できたんですね。よかった。まあ障害発生しないのがベストなんだけど。ホンダ CB250R。超絶万能バイクの CB250R もタイ生産でしたね。これは最初謎のエンストが発生してた。走ってる時？そう、一足で発進してからすぐブレーキが必要で、時速10キロ台でクラッチ切ったらエンスト。珍しい症状ですね。今は発生しなくて原因は解明できずだった。あとは5足6足がやや入りづらくて気持ち悪い時があるけど、たまにそういうバイクあるかもね。不具合でもないけど完璧な仕上がりでもないという感じなんだね。川崎 ZX4R。 ZX4R は何か問題ありましたか？最初の頃クイックシフターでギアチェンジしても戻されることが何回かあったかな。走行距離2、300キロくらいからあとは発生しなくなったけど、川崎のバイクって最初だいたいこういう感じだから平常運転だと思う。いくつかリコール出てなかったっけ？そうそう、リコール連発。雨水で錆びるからフレームに穴開けるのと、プラグの締め付けが不適正な可能性があるからプラグ交換するっていう2つ。謎の行き継ぎ問題とか世間で言われているみたいですけど。ペンタロウの ZX4R は発生したことないね。
いろいろ聞くところによるとクラッチつなぐだけで発信しようとしている人が多そうだから操作によるものというメーカー見解みたいだけど、個体差もあるのかどうなのかタイだし。ペンタロウさんの ZX4R はおよそ無傷ということなんですね。最初ギア戻されたのとリコールだけだね。川崎 W230。大生さんのいろんな不具合の話でお腹いっぱいになってきちゃった。一番最近手元に来た W230 もちょっと変で。例のブレーキの件ですね。そうそう、リアブレーキが変な音するやつ。結構大きい音で、新車から走行距離800キロくらいで出始めたんだけど、いつもじゃないんでしょ。しばらく走ってると出てくるかな。寒い日の早朝は出なかったから温度は影響してそう。治るといいね。まだ原因特定できてないけど今後どうなるかな。個人的に大生産のバイクはほとんどが何らかあったから今後できるだけ避けようとは思ってる。川崎 ZE1。電動バイクは不具合少なそうだけどどう？2回目くらいでバッテリー充電できなくなった。 EV で充電できないとは致命傷ですね。充電器の障害で最初修理するから長期間かかると言われてビビったけど結局充電器新品交換で早期解決した。車体の組み立てはタイだけどバッテリー自体はフランスの会社っぽいんだよね。ということは充電器もフランスの会社なんですかね。その辺詳しくはわからないんだけど、あと最近リコールの連絡が来てバッテリーがおかしいかもっていう。かも。外れバッテリーが混入してるから調査のために持ってきてくださいって言ってた。外れだと走行不能になるんだって。外れだったら交換、外れじゃなかったらそのまま使ってくださいということなんですかね。そんな感じみたい。リコール持っていく途中止まったら笑い話じゃ済まないね。なんだか治験に参加してさらにお金も払ってるような感じになってますね。そろそろ心が持たなそう。いろんな意味で辛いバイクだね。大生産はこれくらい、ほとんど何らか問題があるという凄まじい結果になっちゃった。2、イタリア生産のバイク。元グッチってイタリアだよね。生産国表記もイタリアだから少なくとも組み立てはイタリア国内みたい。 V7 はほぼ同時期に2台買ってましたよね。いろいろあって2ヶ月くらいで入れ替えた。2台とも同じ感じ。元グッチは個体差大きそう。最初の1台はギアが固めでニュートラルになかなか入らなくて、2台目はやたらスムーズに入る。元グッチはおよそそんなもんだと聞きました。製品のばらつきが大きめかもね。ペダル位置とか出荷時状態のデフォルトも個体によって違うし、組み立てアバウトみたい。イタリアのイメージ通りだね。でもちゃんと走るし好きだから OK。 たまにどっかのオイル漏れてたりする話も聞くけど、ペンタロウの車両は今のところ好調かな。3、中国生産のバイク。手元の中国生産はスズキの GSX250R だけかな。ペンタロウさん好きだよね。乗り始めてかれこれ1年になる。不具合ありますか？なんともない。今のところ全く不安要素がないね。サンプルが一つなので断定はできませんが、タイは 100% 何かあったところを見ると少なくともタイよりは外れ率低いのかもしれませんね。4、インドネシア生産のバイク。ヤマハの小さめのはインドネシアが多いんだっけ？ 400cc 以下はほぼインドネシアですね。トリシティはタイ生産、一部スクーターが台湾です。YZF-R3 持ってたけど、これもインドネシア生産だね。特に何も問題なかったかな。川崎の KLX230SM もインドネシアでしたね。仲間の W230 はタイだけど KLX はインドネシア。乗ってたのは新車から1500キロくらいだけどなんともなかったね。2、300キロの時にギアがってなるのはあったけど、これは川崎の平常運転だから。スズキ GSX-S125 もインドネシアでしたか。これは特に不具合はなかったかな。インドネシアも外れは引いていないということですか。5、国産バイク。国産は外れ率どうなんだろう。大型はおよそどこのメーカーも国内生産になっています。手持ちのものを順に見ていこうか。ホンダ CB1300。最近買った CB1300 は好調。 CB1300 はまだ1000キロ乗ってないくらい。今のところ不安要素は何もないかな。元気に走ってる。今年はファイナルエディションが出たからもう終了しちゃうんだね。実物は意外に塗装の質感が高くて魅力的ですね。
CB1300 は気温20度くらいで足に汗をかく熱量だから、多分4月中に倉庫でお休みモードになると思う。5月の連休は天気が良くて25度くらいなので確かに暑く感じそうですね。涼しい時期限定で長く乗るかな。バチクソ耐久性高そうだし。ホンダ CB400。CB400 はスーパーフォア赤、スーパーフォア黒、スーパーボルドール青の3台ある。全部で合計1万キロには行ってないと思うけど、どれも同じように動くかな。強いて言えばシートが低すぎて長時間走行で足が破壊されそう。黒が一番長く乗ってるんでしたっけ？赤と青は終了アナウンス直前に注文したから、今年と来年が初回の車検。そういえば黒の車検でヘッドライトロービームが光量不足で通らなかったけど、今後ロービーム指定だからどうなるのか不安。みんな発生するなら大規模リコールになっちゃうね。ヘッドライトユニット10万円しますし、メーカーは絶対リコール出したくないでしょうね。夏に丸目1台車検だから、これで同じく光量不足だったら正式にメーカーに全力抗議するかな。川崎 Z900RS。Z900RS は2台持ってたっけ？青いのと50周年の赤いの。両方今は手元にないけど。障害はありましたか？なんともなかったね。2台とも同じ感触で動いてた。取り回しでハンドルちょっとキシキシ言うのも同じ。イタリアみたいな個体差はなさそうだね。鈴木 SV650X。SV650X は2年半くらい乗ってたけど、これもなんともなかったね。強いて言えば前傾ハードめで半日乗ってると疲れて無口になるくらい。それはペンタロウさん自身の性能の問題だね。鈴木 GSX-8R。GSX-8R も元気そうですね。これもなんともないかな。何ら気になるところなし。そういえば鈴木のバイクは今のところ外れなさそうだね。とりあえず外れは引いてないね。今後はもちろんわからないけど。ヤマハ SR400。SR は2台あったよね。SR は2台とも同じかな。同じようにポンコツで同じように調子がいい。国内の熟練工3人で手組みですからね。 ABS が必須になるタイミングで対応を断念して終了だったかな。残念だったね。ヤマハセロー。2台あるセローも好調。個体差は感じない？まあおよそ。強いて言えばギアの硬さがほんのり違うかな。緑の方は長く乗ってるとちょっと硬く感じる。ほんのちょっとした差だけどね。セローは10日類の規制を通さず終了しました。ヤマハはオフロードバイク何か出しそうだから期待したいね。ヤマハ XSR700。 XSR700 はペンタロウさんにしては乗っている時間長いバイクですよね。走行距離2000キロくらいでメーターのボタンが一つ反応しなくなって表示切り替えができなくなっちゃった。普通にメーカー保証対応だったけど。メーター交換すると走行距離リセットされちゃうよね。そう、まあ初期だからビビたるものだけど、障害自体はボタンの接触不良みたいなもので大したことはなかったね。だいたいこんなところかな。他にはヤマハ SCR950 とか川崎エストレアなんかもあるけど、この辺は新車じゃないからね。国産は外れなしということかな。XSR700 のメーターボタン不良は走行に関わらないし、使用2年くらいで発生だから外れに入れるのは酷だしね。6. まとめ。集計結果をまとめるとこうなりました。要するにタイだけ外ればっかりってことかな。まあそう。国産は直近8台全部無傷。他の国はサンプル数少ないけど外れは引いてない。逆にタイは当たりを引けてないですね。 ZX4R はリコール2回の手間だけで実害はないけど、巷のエンストの人たちが障害じゃなくて操作の問題だといいんだけどね。そこは何ともわからないけど。ペンタロウさんがタイと相性悪いだけかもしれませんが、いずれにせよタイ生産は避けた方が無難ですね。そういえばペンタロウさん CBR400R が気になってるって言ってなかったっけ？ちょうどいい万能バイクを追求してて。 CBR400R は製造事業者ホンダ技研工業株式会社って書いてあるから国産だよね。 CBR400R は部品はすべてタイで生産してて、組み立てだけ国内じゃなかったっけ？そうなの？ノックダウン生産というやつですね。デビュー当初そのように発表されていたので今も変わらないんじゃないでしょうか。詳しいことは分かりませんけれど。そうするとタイなのか日本なのか。じゃあ試しに買ってみて人柱になってみればいいんじゃない？うわー、もう人柱はゴリゴリだー。
今回こちらの世界のペンタローはタイ生産にはコリゴリのようですが、どうやら実体験の範囲では生産国ごとに品質管理レベルに大きく差があるようです。バイクを選ぶときはメーカーサイトの製造国をチェックするとリスクが下げられるかもしれません。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。